戦乱人間忍者大戦ネプテューヌ、少女たちの恐竜。何これ、空が泣いている。嫌な感じ。アル姫、ここは現次元。無数の忍者と流派が存在する戦乱の世、ゲーム忍界。いくつかの大国といくつもの小国に分かれ、それぞれが権威ある大名によって治められ、長きにわたり歯を競い争っていた。各国は独自の流派を持ち、頂上の戦闘力を有する忍者を抱え、戦とは忍者同士で直接対決を意味するようになった。鳩の国、この世界の二大勢力の一つ。コマンド術式により強力な武具を操るコンパ流の忍者を擁する中央の大国マーベ国、この世界の二大勢力の一つ。アクション術式により身体能力を強化し戦うハニパ流の忍者を擁する東の大国。この二大国の対立、戦は激しく深く熱く、幾千のいや万の夜を越えて、今宵もまた。はあ、今夜こそ鳩の国のシェアクリスタルを破壊させてもらいます。それが私たちの任務ですから。また私たちにやられるだけなのによく来るわよね。コンパ流の強さを思い知らせてあげる。さあみんなやるわよ。任せてと言いたいところだけど、見せ場はもう作ったでしょ。今日はお開きでいいんじゃないかしら。そんな、せっかく来たのに。ねえ、ネプちゃん最近冷たいよ。技を磨き合った仲だったのに。昔は昔。もういい加減天守閣でやり合うのはやめましょう。後で私たちが壊した瓦を直させられるのよ。確かにそれは大変そう。なんかごめんなさい。おいアスカ、パープルハートの相手はするな。どうも調子が狂うんだよ。それよりもっと骨のあるやつがいるだろ。ピリピリとした殺気をぶつけてくるやつがな。私のことか。てめえらを見てるとイライラすんだよ。戦うのもめんどくせえ。消えてくれるなら見逃してやるぞ。物は言いようですわ。戦うとどうしても目に入ってしまいますものね。聞き飽きたでしょうし、あえて言いませんわ。だからブランは戦いたくないのでしょう。うるせえ。ペールだって早く終わらせたがってたじゃねえか。それはそうでしょう。夜も更けエンジョイ勢は落ち、ガチ勢のみが残る魔の時間帯。これからという時に早々にお帰りいただきたいですわ。いい加減にしてください。これがコンパ流最強と謳われる女神4人ですか。あなたたちのようなふざけた存在は許せません。そうよ。せっかく来てくれたんだから真剣に相手するのが私たちの役目でしょ。ブラックアウトさん、やはり女神4人の中でもあなただけは忍びですね。勘違いしないでよね。別にあなたたちのために言ってるんじゃないわ。これは私たちのためなんだから。褒められて嬉しそうね。
夜中に会いに来てくれるからってまさかの R 友達だって思っているんじゃないでしょうね。そんなこと思ってないわよ。全員無駄口を叩きすぎだ。やる気があろうがなかろうが関係ない。敵のことなど気にせず任務を遂行するだけだ。そうだね。なんだか女神4人と戦ってると話しちゃって。まあ長い付き合いだからな。そんな関係にもケリをつけるとしよう。なあ、私たちは任務に従うシェアクリスタルを破壊する。みやび、悪の誇りを舞い掲げる。任務に従う。さすがはハニパ4人。それならば仕方ありません。存分に可愛がって差し上げますわ。こっちのセリフだ。がっかりさせるなよ。本村舞順次よ。懲りねえやつらだ。二度と来れねえよ。ぶっ潰してやる。その不遜な態度改めさせてあげます。夢、鎮魂の夢に沈みましょう。やっと盛り上がってきたじゃない。こっちはいつでもいいわよ。返り討ちにしてあげるわ。これも忍びの定め。悪く思わないでください。アスカ、舞い忍びます。結局こうなるのね。女神の力思い知らせてあげる。いざ。何？これは砲撃？一体どこから？あれを上に巨大な物体が浮いていますわ。空中戦艦でしょうか。はっは、見たかマーベ国の力。ハートの国ももう終わりだな。いえ、そんな話は聞いていませんし、あれは見たこともありません。ハニパ4人が知らないのならハトの国の秘密兵器ってことかしら。あなたたちの命運もここまでのようね。おい、んなわけねえだろ。自分たちの城に向けて砲撃するやつがどこにいるんだ。また撃ってきます。皆さん避けて。じゃああれは一体何なの？空中戦艦から光の柱が何か降りてくるわ。ステータスクリア。ミッションスタート。機械の忍者？あの空中戦艦といい、見たことのない連中ね。エネミー交渉を開始する。通告する。選べ。降伏か滅亡か。はあ？上等だ。どこのドイツか知らねえが、君は荒らしてタダで済むと思うんじゃねえぞ。秘密兵器かと期待して損しましたわ。しかし私には時間がありませんの。そろそろ片付けて切り上げますわよ。交渉決裂。フェーズ2コンバットオープン。まだ降りてくるの？みんなかっこ撃破するわよ。こっちにも来るよ。よくわからんが、かかってくるなら倒すまでだ。仕方ありませんね。助立ちしましょう。この混乱に乗じればシェアクリスタルを破壊するチャンスだ。
みやびちゃん。分かっている。もし破壊できたとしても勝てないから隙をついたと言われてはかなわない。行くぞ。デストロイ。あなたの相手は私。さあ行くわよ。私についてきなさい。この術でそれ食らいなさい。食らいなさい。覚悟はいいかしら。それもらった。そりゃ討伐完了よ。終わったわね。ネプテューヌ、そっちも終わったようね。あの空中戦艦はもう見えないわ。一体何だったのかしら。機械忍者たち、よく訓練された動きでしたわね。どこの流派でしょうか。それとどこの国かだろ。あんなでかい空中戦艦を所有するくらいだ。小国とは思えねえ。
イースンなら何か知っているかもしれないわ。状況の報告と合わせて聞いてみましょう。ネプちゃん大丈夫ですか？ええ、問題ないわ。アスちゃんたちも無事だったようね。よかった。マーベ国もあの空中戦艦のことは知らないのよね。なあ、少なくとも私たちは知らない。はい、マーベ国のことも心配です。今宵はここまで。決着は次の機会に預けておきます。これからって時に邪魔が入ったな。次は今回の分もとことんやり合おう。そうだな。私もいい加減この長い戦に飽き飽きしてるんだ。それはこっちのセリフよ。いつでも相手になるわ。それどころじゃなくなるかもな。そうですわね。私もなんだか胸騒ぎがしますわ。はい、私も胸がざわざわします。だから私はなんだかイライラするんだが。ブラン、落ち着きなさい。無理に反応しなくていいから。それじゃあアスちゃん、手伝ってくれてありがとう。また会いましょう。ネプちゃんお疲れ様でした。なんだそりゃ。私たちは敵同士だぞ。分かってるけど、ついお礼も言ってもらったし。それもアスカさんらしいですね。それでは失礼します。お前らの相手は私たちだ。よくわからん連中にやられるなよ。ではな。言ったわね。よっと。なんか疲れたね。アシちゃんたちは今から帰るなんて大変そう。私たちはイストワールに報告ね。夜更けだけど大丈夫かしら。これだけの騒ぎですし、イストワールも起きていますわ。呼び出される前にさっさと済ませてしまいましょう。そうね。それじゃあ行きましょう。それにしても今回のコラボってブランにしてはハード。ナイトメアかな。うるさい。皆さん、遅い時間にご苦労様です。さらにハニパ流の忍者と謎の機械忍者の対処、ありがとうございました。それでは何があったのか報告していただけますか？それじゃあ私からするわね。いつものようにハニパ4人からの襲撃があり、私たち女神4人は迎え撃ち。ノアールが説明している時間を利用してキャラクター紹介と言っちゃうよ。まずはノアールから。ラステの里の頭目で変身した姿はブラックハート。真面目で責任感があって周囲に壁を作っちゃうタイプなんだけど、本当は寂しがり屋だから仲良くなると冗談言ったりする。素直になればいいのになかなかなれない。つまりツンデレだね。お次はブラン。ルインの里の頭目で変身した姿はホワイトハート。本を読んだり書いたりするのが好きで、普段はおとなしく物静か。けど怒ると怖いんだ。ストレスがたまりにたまっちゃうとブチ切れちゃうから気をつけて。この子はベール。リーンの里の頭目で変身した姿はグリーンハート。大人な雰囲気で緑茶をたしなみ仕事もできる完璧な女性というのは表の顔で、本当は部屋に引きこもって寝る間も惜しんでゲームをやり込んでるんだよ。こんな小さいのはイーズン。本当はイストワールって言うんだけど、イーズンのが可愛いでしょ。後の国の大名だから一番偉くて私たちに指示を出しているのもイーズンね。最後に私がこのゲームの主人公ネプテューヌ。
プラネの里の頭目で変身した姿はパープルハート。みんなコンパニューの忍者だよ。いきなり忍者になったもんだからびっくりしなかった？今回はタイトル通りテーマは忍者、和風の世界観。そう来るとは思わなかったでしょ。まあこんなとこかな。コンパ流と鳩の国とかどこかで聞いたような名前ばっかりだけど気にしないで。そろそろノワールの話も終わるし、またね。ちょっとネプチューン、聞いてるの？今どこかへ行ってなかった？人が大事な話をしているっていうのに。仮にも大名の前なんだから真面目にちゃんと聞いてなさいよね。あれ、ノワールの説明ってもう終わってたの？そこは空気を読んでちょうど終わりましたって感じにしてくれないと困るんだけど。そんなの知らないわよ。勝手に困ってなさい。今は一通り報告が終わって、イストワールは急ぎ確認することがあるとかで退席中。あれから30分、そろそろですわね。皆さん、お待たせしました。イストワール、何かわかりそう？いえ、わかりません。少なくとも私の知識にはありません。ですが、何どうしたの？これは何事ですか？皆さん、外を見てください。そんな、空に映像が。ごきげんよう。見せかけだけの戦国の世でぬるい慣れ合いを続けている忍者諸君。It's an honor to meet you。 お初にお目にかかる。ミーはサイト流のマスター、ヨー・ゲイマーだ。はじめましての挨拶代わりにユウたちにちょっとしたプレゼントを贈らせてもらった。気に入ってもらえたか？レッツゴー。はい。私たちはこのスチームノバでの移動中、上空を通過した全ての国に我が機械忍者軍団の一部隊を送り込みました。ミーからのプレゼントさ。そしていくつかの国をすでに落とさせてもらった。そうだな、テツコ。はい。楽しんでくれたなら幸いだ。日頃のお遊びではない圧倒的なリアリティを体感しただろう。ストイックで強者のみが支配する戦場を。ネプ、これってさっき襲ってきた機械忍者のこと？そうですわね。内容から考えて、先ほど戦った忍者の仲間、その指令を出している頭目に間違いないかと。話している場所は空中戦艦の中かしら。サイト流ってのも聞いたことないわね。あといくつかの国を落としたって言っていたわ。それって私たちみたいに機械忍者に襲われたけど撃退できなかった国があるってことよね。仕えるべき主をなくし路頭に迷うこととなった忍者の方々も多いはずです。ですが安心してください。私たちのサイト流は軍門に下る忍者には広く門戸を開いていますから。そう、我ら機械忍者軍団スチームレギオンは忍者なら雇用相談無料。聞け、ミーのサイト流、ミーのシュート術式こそがユウたちの及ばぬ高い技術力を持って無敵不敗であることを知らしめるため、ここに世界最強の流派を決める超忍者大戦の開戦を宣言する。世界よ、これが
忍者だ。超忍者回戦。サイト流にスチームレギオン、ヨーゲイマと鉄子と呼ばれていたわね。イストワール、何か知っている？いいえ、わかりません。やはり私の知識には何も。一体何がしたいのよ、あいつらは。自分たちで攻めておいて安心しろっておかしいんじゃないの？あのお二人の言っていたことが事実ならタチが悪いですわね。それは残念ながら事実です。調査中だったのですが、先ほど確認しました。ほんの数日の出来事です。あんな巨大な空中戦艦が攻撃してきて、しかも機械忍者がわらわらと降りてくるのよね。ええ、凄まじかったですわ。まさか敵の戦力があれほどとは。すごい科学力をお持ちのようですわね。一度でいいから空一面の大きな画面で世界中のプレイヤーと対戦をしてみたい。あまりのことに私も衝撃を受けましたわ。あなたね、珍しく動揺してるかと思ったらそんなこと考えてたの？ある意味ベールが一番相手の実力を理解していたとも言えるわね。さすがに機械忍者たち多すぎて大変だったよ。アシちゃんたちが私たちに協力してくれて助かったね。それです、ネプテューヌさん。いいす？女神4人の皆さん、これからあなたたちに新たな使命を与えます。新たな使命？とても重大な使命です。鳩の国、ひいてはゲーム忍界の命運を握ります。それってこの世界の非常事態に打てる手はもはや一つあるんですの？手が。私たち鳩の国は長年の宿敵マーベ国およびハニパ流と共闘し、スチームレギオンと戦います。皆さん揃っていますね。ええ、それでできたのよね。はい、こちらが新書になります。敵国との同盟ですので、慎重に言葉を選んでいたら3時間もかかってしまいました。これを届
スンが頑張って書いたラブなレターは私に任せといて。ネプテューヌさん、これはラブレターではありません。今後を左右する大切な手紙ですから、なくしたりしないでください。今まで争っていた国と国が手を結ぼうという手紙なのですから、ラブレターと言えなくもありませんわね。ネプテューヌはそんなに深く考えてないでしょ。新書の意味が分かってるのかも怪しいわ。知ってるもんね。こういうのは親愛なる友へとか書いてあるから、そのまま親愛なる人に書いたから新書でしょ。なるほど、そういう考え方もあるのね。残念ながら違うけど。そんなことだと思ったわ。新書ってのは国の偉い人。鳩の国なら大名のエストワールが書いた手紙のことよ。送る相手も偉い人。今回はマーベ国の大名になります。ですが新書の中身がラブレターでも問題ないですし、ロマンチックですわね。皆さん、ふざけるのはそれぐらいにしてください。今回の任務はマーベ国の大名へ新書を渡すこと。敵国に行く以上危険もあります。分かっていますか？イースンからのトリプルレスキューミッションきたー。もちろん心得ていますわ。道中のガラパの森では妖怪も出るでしょうし、危険だからこそ私たちが行くのでしょう。それにスチームレギオンの機械忍者と遭遇するかもしれないわね。そっちも気をつけていきましょう。分かっているのならいいのですが。大丈夫、私たちに任せてよ。機械忍者は追い払ったし、妖怪ならいつも倒してるじゃん。いつものネプテューヌなら面倒くさがるのに、なんか積極的よね。逆に心配だわ。だってこの手紙持っていけばもうアスちゃんたちと戦わなくてよくなるんだよね。戦うより仲良くしたいなーなんて。そして一緒にプリン食べながらゲームもできるようになるんでしょ。楽しいに決まってるよね。それは素晴らしい考えですわね。新しい仲間はいつでも大歓迎ですわ。まあそういうことなら私も頑張ろうかしら。ほら、ゲームをするときは私も参加するでしょ。ベールに毒されないように見張る必要もあるし。そうね、仲間になれたら私も聞いてみたいことがあるし、そのためにもやるわ。そうやっていつも脱線するんですから。ですがやるときはやるのが女神4人。ゲームもいいですが、先のことは今回の件が無事に成功してからの話です。まずは町で準備を整えて万全の状態で出発してください。くれぐれもよろしくお願いします。初めて見る顔の人もいるわね。何か困ってるかもしれないから話を聞いてみましょう。そうやってすぐ優等生ぶるんだから、私はどうせなら面白い話が聞きたいな。ノワールは承認欲求の塊ですからね。自分の噂がないか気になっているのでしょう。活躍して褒めてほしいのよね。でもそれがやる気につながっているから悪いことではないわ。違うわよ。みんなで好き勝手言って、ほら、いろんな人たちの声を聞くことで意外な情報も聞けるかもしれないでしょ。それもそうね。中には本当に有益な情報があるかもしれないし、聞くだけ聞いてみましょう。
ミッションに行く前に必要なものを買っていきましょう。備えあれば憂いなし。買い物は街でしかできないわ。そうね、露天通りなら何でもあるし、戦いに必要なアイテムや体力を回復させるアイテムなど揃えておいた方がいいわね。賛成。だったらおやつも揃えた方がいいよね。おやつって何なのよ。何しに行くつもり？休憩中に遊ぶゲームも欲しいですわね。そんなもの売ってるわけないでしょ。遊びに行くんじゃないわよ。何でも売ってるって言ったのに、おやつがないと患っちゃうよ。それならちょうどいいわ。丸薬も売ってるからそれでも食べてなさい。ブラウン、私のゲーム。まさかベールまで患うとか言う気？あんまりしつこいと怒り狂った私が遊び相手になるわよ。いえ、ミッションは遊びではありませんし、必要なものだけ買いましょう。何があるかな。さあ、ここでしっかりと準備をしていきましょう。そんなの誰かが気を利かせて用意してくれたものでいいよ。そのままが最適だったりしない？何をおっしゃいますの。準備もミッションの醍醐味。出かける前からすでに戦いは始まっていますわ。はいはい、わかったわよ。ベールはこういう時だけ熱くなるんだから。準備って何があったかしら？そうね、決めるとしたら誰が戦うか、何の術を使うか、何を持っていくかぐらいかしら。それじゃ早速決めちゃいましょう。まあ順番的に考えてベールが外されるかもしれないから必死なんだよ。あら、何か言いましたかしら？あれこれ言わずに行きますわよ。準備しようっと。このガラパの森を抜ければすぐにマーベ国です。ですが森の中は妖怪が多いですし、出会ったら戦闘になりますわ。そんなの気にしないで森の真ん中を突っ切っていこう。
最近森には強力な妖怪が出るって噂よ。森の主が出たんじゃないかって言われてるわ。森の奥は迷いやすいし、ましてや戦いながらだとなおさらね。普通の人たちは森を迂回することが多いみたいよ。つまり森を突っ切るってことだね。どうしてそうなるのよ。だって敵やら危険があるって話はブラグでしょ。情報が出れば出るほど行けってことで、むしろこれで行かないなんて失礼なレベルでしょ。まあ私も迂回だなんて考えていませんわ。危険だからという理由で迂回していては時間がもったいないですし、効率も悪いですわよ。そうね、私も知ってるから言っただけよ。森を突っ切っていくことに問題ないわ。こうなると思ってたわ。それなら変身していきましょう。オッケー。それじゃあ私から行くよ。活目せよ。変身完了。せっかくだから誰が最初に森を抜けるか競争でもする？張り切るのはいいけど、これは遊びじゃないのよ。分かってる？当たり前だろ。そうだ、主に出会ったら誰が倒すかでも競うか。最初の一撃で決めてやるぜ。頼もしいですわね。ま、倒すのは私ですけれど。それでは参りましょう。さあ行くわよ。食らいなさい、食らいなさい。てな食らいなさい、食らいなさい。やっそこそこ、この術ではっ、それ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 。食らいなさい、食らいなさい。もらった。食らいなさい。やっそこてな食らいなさい。やっそこ食らいなさい、食らいなさい。やっそこもらった。食らいなさい。それそれやっ食らいなさい。終わったわね。これは何かしら。そこ
なものだといいわね。そこ手がもらった。この術で貴重なものだといいわね。何の音かしら。結構近いわよ。これはきっと美少女が襲われているのよ。森では美少女が襲われていると決まっているもの。戦っているような音がしてきませんか？ネプテューヌの言っていることは間違ってないかもしれませんわね。おい、それだと大変じゃねえか。のんびりしてねえで助けるぞ。妖怪が倒れた？どういうことだよ。勝手に倒れたぞ。襲われているからといって助ける必要はなかったということでしょう。あなたがその妖怪を倒したのね。やるじゃない。おかげで手間が省けたわ。貴様らに聞きたいことがある。なんだ、名前か。人に尋ねるときはまず自分からだろ。俺のことを知っているか？あ？まず自分のことを尋ねろってことじゃねえぞ。自分から名乗れって意味だ。本気で言ってるみたいよ。みんな何か知ってる？全身黒ずくめで忍者みたいだし、私はノアールの知り合いだと思うわ。そんな理由で私？そう言われてもちょっとわからないわ。貴様らも忍者か？はい、鳩の国のコンパ流です。あなたはどこの国でどこの流派なのですか？教えていただければ何かわかるかもしれませんわ。忍者と出会ったらやらねばやられる。迷いの闇、業の刃で切り裂かん。血祭りにしてやる。戒めろ。おい、待てって。力を示す。この術で食らいなさい。そこ手が食らいなさい。もらった。食らいなさい。そこ！やっ！さらなる高みへ。こんな集体を晒すと。終わったわね。ちょっとあなた！いきなり襲いかかってきて一体何考えてるのよ。やるな。ええ、負けるわけにはいきませんわ。あなたはスチームレギオンの手先ではなさそうですわね。
チームレギオ。かかってくるならぶっ倒すまでだ。覚悟しやがれ。深く。これ以上は意味がないな。さらばだ。待てこら。逃げ足が速えな。変身解除。休憩休憩。変身しっぱなしも疲れるし。はあ、でも強かったよね。もう勝手に休憩に入らないでよね。まあまあ、妖怪も倒されてますし、確かに休むにはいいかもしれませんわ。強かったわね、さっきの忍者。妖怪を無傷で倒したみたいだし、一体どこの流派なのかしら。それに自分のことを知っているかって言われても、服装や攻撃から見てもハニパ流ではなさそうだけど。何か教えてくれればわかるかもしれませんのに、質問しても答えず、いきなり襲いかかってこられてはお手上げですわね。聞き返されて怒っちゃったのかな。きっと無口で短気なんだよ。あ、ひょっとしてブランのお仲間？ネプテューヌ、勝手に仲間にしないで。私は問答無用で襲いかかったりしないわ。もしかしたら俺のことを知っているかと言ってましたし、名前もわからなかったのではありませんか？それは記憶喪失ということ？あ、私分かっちゃったかも。あの忍者は今回の記憶喪失枠、もしかして何かの主人公なんじゃない？記憶喪失は主人公の特権だからね。またくだらないこと言って。もしそうなら主人公仲間として何かわからないの？無口でクールで黒ずくめで襲ってくる人だよね。無口、クール、黒、襲う。クール、黒ずくめ、真っ黒、真っ黒黒黒。出ておいで。いや、ややこしくなるから出てこなくていい。何ブツブツ言ってるのよ。どうせわからないんでしょ。今度こそわかった。ねえねえ、聞きたい？本当？まさかネプテューヌが知ってるなんて。気になるから教えて。私も気になりますわ。それで何者でしたの？クールで真っ黒だから、あの人のことは真っクールって呼ぼう。いやー、名前が分かってよかったね。あれ、どうしたの？真っ黒のように無口になっちゃって。私たちだって色で言うと似たようなものでしょ。期待して損しちゃったじゃない。さあ、そろそろ行きましょう。時間を無駄にしたわね。はい、十分休みましたし、行きましょうか。またつまらない話を聞いてしまいましたわ。眠くなる前にこんな森とっとと抜けようぜ。ひどー！みんな待ってよこれは何かしら。食らいなさい。覚悟はいいかしら。それ
食らいなさい。やっそこもらった。それこれは何かしら。そろそろ森を抜けるわよ。森を突っ切って正解だったわ。意外と早く着きそうよ。ノワール、気を抜くのは早いですわよ。これは強力な気配がしますわ。出やがったな。こいつが主か。見るからにパワーがありそうだな。当たらなければどうってことないでしょ。私についてこれるかしらね。それよりも私が言った通りだったでしょ。主の下りはやっぱりフラグだったのに、必ず主にも会うと思ってた。Hello guys, this is Red Senpai, and thank you for watching my gameplay for Neptunia Cross Senran Kagura Ninja Wars for the PlayStation 4 and PlayStation 4 Pro. The day has finally come where we get the crossover game from Tamsoft, Compile Heart, and Idea Factory. Here is an overview of the story. Game industry, a place where all ninjas gather. As the struggle for control increased between the daimyos of the nations, tensions rose between the two great nations, each of which was home to one of the major schools of martial arts. The Kampa style, which has mastered the ninja arts based on the command technique. The Honeypa style, which has mastered the ninja arts rooted in the action technique. The two camps were stuck in a ruthless competition of skill in order to achieve hegemony, but as they fought on, a mysterious army of mechanical ninjas made their assault. The mechanical ninja army overran the smaller nations in an instant, and its leader, Yo Gamer, made an announcement to the world. So in this story, you guys will be seeing Yo Gamer a lot. You'll be seeing Steamax and Afimojis, and there is a whole plot with some old perverted man trying to steal a princess. So that's where I'm going to stop with the spoilers. There are quite a few enemies in this game. So basically, among the two great nations of game industry, there is Heartland, which is home to the Kampa style ninjas, and then there's Marvel Land, home to the Honeypa style shinobis. The ninjas are your goddesses, Vert, Blonde, Neptune, and Noir, and you'll only be fighting in their CPU form. And then the shinobis, Asuka. I'm sorry if I'm pronouncing that wrong. They say her name very fast, so it sounds like just like Asuka, like so fast. Homura, Yumi, who is, in my opinion, the best character in the game. She's the most OP character. And Miyabi. And finally, you have two additional ninjas from Virtue Nation. They're the mysterious ninjas. This is Yuki, Go, and Princess Aru. So two ninjas and one character that I'm not going to spoil about. I'm not going to spoil any more about Princess Aru. From Steam Legion, you have Yo Gamer, Dayu Yutsuba, Steamax, and Afimojis. There's also a commander character that you won't play against, but she'll show up in the story called Tetsuko. And the creepy old man I was talking about is Dayu. I really enjoyed this story a lot. It had great memorable moments, solid characters, and even a good conclusion to the story. The game also included many game references and even puns by Neptune and company. The thing I enjoyed the most was when they messed with Steamax and when Vert was forcing herself on other characters. I will not spoil about the characters that Vert forces herself on, but Vert is always hungry for a little or older sister.
The only thing I wish the game had was English voice acting and more characters. The story is fine with the characters that are included. However, I wanted to see the CPU candidates in a game again. They even kind of trolled us with some Nepgear, Uni, Ram, and Ram's social presence in the Nin chat area. Another part of the story I liked were the 2 additional bonus characters, Jet and Yuki. Jet is the female version of Go from the Shinobi series, and Yuki is a completely new character. Jet actually has amnesia at the beginning of the story. This is a common theme in Neptunia games, and I'm glad to see it continue. There are so many gameplay elements to this game. The main attack is square. You also can block, you can parry, you can dodge, and we're going to go over the rest of the controls. Ninja art skills are activated via the stamina gauge. So once your stamina is past a certain point, you can do a level 1 attack, or level 2 attack, level 3 attack. You can go the whole ways to a level 4 attack with Jet. And because the screen slows down, like it's like a slow motion, you're able to select your skills calmly, and you can think about and calculate what move you're going to use next. And you can assign your favorite skills to the circle, X, triangle, and square buttons, so you can choose whatever one you want there. One I would suggest using is the punching attack. It's like one of Yumi's first attacks, R1 in square, and it looks like a triangle like punch. It's very powerful and effective, and I used it throughout the entire game. I always kept it on. Even though it's like a level 1 attack, it's OP. If you use a number of ninja art skill attacks in a row, you can unleash special effects. So you can try to unlock a ninja art trigger chain effect. Shinobi Extreme is like your ultimate attack. So this is a special attack that is achieved when the EX gauge is at its max. You can increase this gauge by attacking multiple times. So the more you attack square, usually the gauge will go up. The slowest one to have their EX gauge go up is Jet, which it is kind of worth it because her special attack is quite powerful, especially if you have a level 40 plus character. There's also the Furin Kazan Drive. Sorry if I'm saying that wrong, it's a very hard word to say. And this is an awakened mode that you can activate at any time. So this gives you a various boost depending on the battle type. There's wind, forest, fire, and mountain. And these are available for a brief, limited time when you activate them. The green forest one constantly heals you and makes you better equipped to take on tough enemies. The red fire drive sacrifices defense to strengthen all attacks. The yellow one makes you impenetrable. Usually you take damage no matter what you do, unless you're parrying oncoming attacks. So the yellow one is very useful for like the final boss. I believe the blue one helps your art skills gauge, but I haven't used that one a lot. And I'm not sure what the wind one and the mountain one are, if it's blue or yellow. I hardly use those two. I'm assuming the green one is forest. That one's the most useful. Also, one thing to notice is when you use your ninja weapons, the throwing star, kunai, and shuriken, when you use those attacks in these modes, they're stronger. It is good against bosses and to keep your distance and use this mode, and you can strengthen those attacks. Again, these two weapons can be used at long distances, and they can be very useful. If you know how to manage your orbs, you can make really strong ninja weapons, and you don't have to worry about taking as much damage. So these are very good, and you can keep swapping between the two in order to create great combos. You can also inflict status ailments. This is like poison or paralyze. There are many different ones that you can use. You also can change your party formation. You can have 2 characters at a time. Unfortunately, you cannot change them in a dungeon. So once you have the 2 characters selected, you have to use those in the battles. And you can switch back between the 2 very easily. If you do switch during an attack, you'll do like some type of combo. So they'll just jump in and attack. There is a break limit in this game, but it doesn't really seem to be that useful. In other past games, when you broke the break gauge on the enemy, it seemed to be very useful. But here it doesn't seem to do much of anything. So I would suggest not worrying about it. I just focus on doing as much damage as you can to the enemy without even worrying about the break gauge. It seems pointless in this game. Without spoiling much else, there are additional stages to complete once you finish the game. It took me around 16 to 17 hours for all of the main story and side quests.
And this was for both the Japanese version and the English version, even though in the English version I found a way to get to level 40 very easily early on in the game. Okay, so once you clear the main story around 16-17 hours with all the side quests, if you want to do the side quests, I'd suggest doing them because it's an easy way to get your level up. There's also Yomi Training. Yomi Training is a highly difficult mode that appears after clearing the main story. There are 8 different levels of Yomi Training, and they each have 3 levels. Within a single trial, not only does your remaining HP and drives carry over, various restrictions are applied, such as blocking the use of items of ninja art skills. So this can make it incredibly difficult. By completing the clear conditions for each trial, you'll obtain an incredible reward. Make sure to customize your equipment as much as you can in order to take on these special battles. So you can complete it if you want. If you're a platinum trophy hunter, you should do these. If you just want the story, you can just do the main story. You don't have to play this part of the game as an additional thing to do after you beat the game. Also, when you go to the Nin chat, there are some sub events, so you do want to check it regularly. You can also get items in here regularly if you complete side missions. If you complete the sub missions, they'll give you items. They'll give you really nice items sometimes, so I always try to look in there after I do a sub mission. There's also the Spirit Gem board. These are the orbs I was talking about. By placing them in a specific order and unlocking more as your level goes up, you can gain bonus effects. If you make a cross, that gives you like 25% bonus. I would suggest doing that on like an attack feature or something. This is another way you can level up if you have a lot of the experience point orbs. Those gems are kind of expensive, so I wouldn't suggest trying to get the level 10 trophy for a gem on those because it costs a lot of money and you're going to have to sell a lot of your items. In the market, you can buy various items such as spirit gems, recovery items, the ninja weapons, and charms. Charms can help your character by if you die, you gain half your health back, or if your stamina is low, you can increase your attack. So that gives you little bonuses to your character. So these equipment items are quite useful. You can also sell items. At the Komotsu Shrine, you can take on sub quests, and these include things such as collecting items, fighting various yokai, and some of them have time limits and you have to defeat like all the enemies, different things like that. You can also view CG events, view information about each character, view different movies in the game, and view different events, and play the background music if you want to change and play around with the background music. I know a lot of people on YouTube like to watch just BGM videos. I wouldn't suggest uploading those because you'll get copyright claimed or copyright struck eventually. Finally, there's the Peaches and Cream meditation. So this is where your little fan service comes into play. There is a cutscene early in the game that kind of explains a little bit about this, and it's a motion controlled gameplay where you use the PlayStation 4 controller in order to balance yourself on the giant peach. And at level 1 it's very simple. Level 2 it gets a little harder. During level 3 all of the bars will disappear from the screen temporarily, so you gotta have to do it within an imaginary line. It's really difficult. And once you get used to it, it's not too bad, but you can also use a ticket if you buy it in the store, or you can unlock it in the sub quests to bypass this, and you can get the bonuses applied to your character. So for the first level, I think it's like attack. Level 2, it's attack and defense. And then level 3, you get a boost to your attack, defense, and one other one. So the level 3 one's definitely worth it, and you want to do that as much as you can. If you change your main character that you used it on, it will go away. So you have to make sure you keep the same character equipped. And you can use it through 3 dungeons, so up to 3 times. So just remember, the bigger the peach gets, the harder it is to balance. I love having new environments for this game. However, from what I heard, this was supposed to be a PlayStation Vita game labeled Neptunia E Ninja. I'm pretty sure this is that game that was supposed to be released. It's not a bad thing, but I just think this game has been through development hell and finally made its way over to the PlayStation 4 instead. While playing, I do think that the game could benefit from being zoomed out more. Enemies can surprise you from behind if there are a multitude of them,
especially when it's zoomed in so much and you can't zoom out. I don't like that, and I think the camera should be zoomed out more. I think this game is built for a smaller screen, so that's another reason why I think this was a game that was developed for the PlayStation Vita. Also, you have the motion controls. You can do motion controls on the PlayStation Vita. You have touch controls on the PlayStation Vita. They might even have more fan service for the PlayStation Vita, and we have no idea because we don't know what the final product of that game would have been. I also saw that the game was playing at 60 FPS on a gameplay trailer. However, it doesn't feel like a 60 frames per second game. I've been playing a lot of PC games lately, and this does not feel like 60 frames per second. I'm using the PlayStation 4 Pro, and there are a lot of drops here and there. It feels like a 30 frames per second game, but I could be wrong on that. Also, there's a day one patch you should definitely download because it fixes a lot of the issues apparently that were in the game, and I didn't even know about it because I was able to download a patch early. I do like that they quickly turned around the English subs of this game so fast. However, I miss Neptune's English voice actor. I hope that next time Idea Factory will take more time and put out an English dub version of their games. It's not like these games are at Koei Tecmo's level of bad English voice acting. They have very good voice actors for their games. Please put out dubs for your games. Costume designs look great. I also don't know why people are complaining so much about the ripped clothing in both previous Neptunia and Senran Kagura games. Look, Sony is not letting them get away with as much as past games. You still literally have panties showing for the SK girls. That and the peaches and cream meditation should be enough. There also are some public bath scenes, even though the girls are all in towels, which is fine. That's good for YouTubers. If you're a YouTuber, a VTuber, this game's perfect because they don't show too much and you can still upload it without YouTube having a problem. So you should be happy about that. I know many Senran Kagura people that were uploading all the time and then their channels got completely demonetized and they couldn't upload anymore. So be happy with what you have. You're getting a new Senran Kagura game. Be happy. Isn't this a crossover? So you're getting new characters and a new type of story. I do miss one feature that was in many past Neptunia games. You used to be able to customize your character in many of the action-oriented Neptunia games, like the last game, Neptunia Virtual Girls, VVVtunia. You could customize your character. You could literally have everyone with a horse head, and you could see them in the cutscenes all with horse heads. That type of customization is amazing and should continue throughout future Neptunia games. It's not included in this game, but it could be because this game, like I said, was in development hell, and they finally finished it for the PlayStation 4 and not the PlayStation Vita. Maybe that's why they didn't include it in this game. Overall, Neptunia Cross Senran Kagura Ninja Wars is a fantastic gem of a game. It has a little bit of Neptunia and its RPG elements, it has a little bit of Senran Kagura and its etchiness. If you are disappointed with the amount of ecchi in this game, then I'm sorry for you, because you will be missing out on a fun, action-packed game. If you like Neptunia or any form of Senran Kagura, I think you'll be satisfied or slightly satisfied. Depends on how much you care about the etchiness of the content. I would recommend this game time and time again. It was a great time. At a $50 starting price, you're paying less for more. I'd say there's over 20 hours of solid content if you do everything in the game. So again, I definitely recommend this game. If you'd like to help support me, you can use one of the links down below. Also subscribe to my review channel for more great content and reviews every week. I also have content for every Neptunia game, so go check that out on my main channel. Don't forget to turn on all notifications. Thank you guys for watching. Don't forget to thumbs up, comment below, and subscribe. I'll see you in the next video.